も皆さんこんにちは、レッドです。いろいろ作業がね忙しかったんですけど、ようやく作業が落ち着きましたので、今回はこちらレーシングカートの外装をランボルギーニアベンタドールロードスタータイプにしてみようかなと思います。なんでそんなことをするのかって？面白そうじゃん。まあ面白そうっていうのもあるんですけど、車をまるっと1台ねエアロ作りとか外装作りをするとめちゃくちゃ大変です。面積が多いのでほんと大変。そこで今回は車のサイズがかなりコンパクトになったこちらのカートであれば、フルでね外装を作ったとしてもそこまでね手間がかからないんじゃないのかなと思っております。それでは外装作業レッツスタート。クオリティは期待しないでください。レーシングカートの外装を AE86 にするかランボルギーニにするかで悩んだ結果、ランボルギーニに決定しちゃいました。どこまで近づけれるんでしょうか。そしてフレーム作りに使うのがこちら 2.6mm の針金です。で針金はティグ溶接を使ってこのように接合していくので、ティグがあればめっちゃ簡単です。そして家庭用 100V で使えるハイガー産業のティグ溶接機、これを今回は使っていきます。プラスアルゴンガスが必要になりますのでご注意ください。とりあえずですね、分かる部分から作っていきます。フロントのね形ができました。まあだいたいこんな感じかな。次は側面を作っていきます。サイドの骨組みがねなんとなくできたんですけど、後ろが一番問題ですかね。このカートを移動するときにこの台座にね引っ掛けてこう立てかけるんですけど、リアを作るときにはここら辺が干渉しないようなね作りにしないといけないので、この部分をね避けるような形で、作っていきます。ということで一通りね骨組みを作ってみました。ちょっとねワイヤーで伝わりにくいんですけど、こんな感じでリアがいい感じにできてるんじゃないんでしょうか。今針金を使ってフレームが完成したので、段ボールを切ってこのフレームにねどんどん当てはめていきます。はい、ということでランボルギーニアベンタドールのボディができました。ランボル独特のフロントバンパーの感じ、これをですね、うまいこと再現できてるんじゃないのかなと思います。まあ多少違うんですけど、もうこれがカート用に作ったボディですね。で次に FRP でこの表面を固めていくので、一度この段ボールがむき出しのところを布ガムテープを使って全面隠していきます。もうあくまでこれは形を作るための台座なんで。そしたら次にこちらミスターシリコンバリア。こちら理系材となっております。
今からこのボディ表面を FRP を使ってガッチガチに固めていくんですけど、固め終わった後はこの段ボールをね、ポイって捨てちゃいます。で、捨てる時に表面とこの段ボールがこうくっついてなかなか取れなくなるので、先にね、このシリコーンバリアを塗っておくことによって、分離作業がね、めっちゃ楽になります。今ボディ表面に塗ったシリコーンが乾いたので、次にこちらノンパラフィンの樹脂を使っていきます。ここが結構重要なのでよーく聞いてください。この樹脂にはノンパラフィンとインパラフィンがあります。ノンパラフィンは空気に触れてない部分はしっかり固まるんですけど、空気に触れてる部分はね、ベトベトしています。ベトベトのイメージとしてはセロハンテープの表面を指で触った時にベトンベトンってくる感じですね。あんな感じです。一方インパラフィンっていうのは樹脂を塗り込んで固まる時にパラフィンというものがこう浮かんでくるんですね。でそのパラフィンが空気を遮断してくれて樹脂がしっかり固まってくれるようになります。インパラフィン樹脂はしっかり固まってしまうと、その表面のパラフィンを一回削り取らないと次の樹脂が塗り込めません。なので一番最初はね、このノンパラフィン樹脂を薄く表面に塗ってベトベトな表面を作っていきます。そしてこの樹脂の主材と硬化剤があるんですけど、硬化剤の比率は 1% になります。周りの温度とかによってこの固まるスピードが変わるので、冬の寒い時期であれば 2% 入れてください。多くても 2% です。1時間ほど放置します。今表面に粘り気が出てきたので、こちらガラスクロスを使って表面に貼り込んでいきます。よし、こんな感じにガラスクロスを貼り付けました。ガラスクロスを貼り付けた部分が空気を遮断してくれるので、しばらくするとね、しっかり定着してくれます。で、定着が終わったらまた全体にね、ノンパラフィン樹脂を薄く塗っていきます。ガラスクロスがしっかり定着したので、ノンパラフィン樹脂もう一度塗っていきます。表面にいい感じの粘りが出てきたので、ガラスマットを敷き詰めていきます。こんな感じにガラスマットを敷き詰めました。本当はもっとね、細かく切ってやってあげればよかったんですけど、めんどくさいのでこのやり方で進めていきます。樹脂がなくなったイクメンドットアジアさんから新しい樹脂が届きました。ロードローラーだ。そして脱法ローラー。20時間も経過するとね、ノンパラフィンでもベタベタ感がかなりなくなってくるので、もう一度ね、ノンパラフィン樹脂を全体的に塗って粘り気を出したところにガラスマットを貼っていきます。
最後にインパラフィンの樹脂を使って表面をコーティングしていきます。こうすることによって表面がねカラッとした仕上がりになります。今1日経って表面がしっかり固まりました。めっちゃ強いぜ。で最後にインパラフィンでコーティングをしているので、この表面にパラフィンが浮いています。このパラフィンが表面に浮いてる状態で追加の樹脂を使うとうまくなじまず剥がれちゃうんですね。なので途中までの工程はノンパラフィンの樹脂を使う必要があったんです。そしたら型をね取り外していきましょう。で取り外す前にマジックを使ってね削る場所を先にメモしておきます。ほらほらしゃあほらということで型から抜けました。強度をねマシマシにしたのでかなり重くなっています。で今回の動画はね一旦ここで終了させていただきます。そして今回このボディ作りで使った樹脂とガラスクロスなんですけど、キクベン.asiaさんで安く販売しているので、ぜひ使ってみてください。下記の概要欄に詳細を載せておきます。それでは後編頑張ります。